メインストリームって自分たちが言っても実は始まらないもん。こういう楽曲にメインストリームっていうタイトルをつけていくと、新しいストーリーが彼らから生まれていくっていう感じが。鋭いっすね。カメラが回ってる前だとこれ以上話せないかもしれない。でもまずは自分らがやってることがそう言い切れるものであるという自負心で曲を出すっていうことが本当に大事なステップ。間違いなく唯一にして最大のここに近づくための大きなステップには慣れてると思います。おはようございます。おはようございます。これめちゃくちゃいい話なんですけど、ビーファがさ、ダンクの前にプロ意識の話したのがあって、それを受けてメンバー全員から呼び出しを食らいまして、初めてですよ。なんだろうと思ったら、いやこの前の話を受けて、俺たちもそのプロとしてやっぱりもっと強く自覚持っていかなきゃダメだってマジで思いました、なんでこういう曲やったら良くないかなって思ってるのを聞いてもらってもいいですか？最高すぎる。ついに来た。最高すぎると思って。韓国みんなでいる時にね、逆呼び出しを食らってね、みんなからプレゼンを受けるわけじゃないですか。で今までの会話の延長のやつと明らかにそれは質が違うコミュニケーションになる。その時点でも質は違うんですけど、その熱量が高いという意味ではそれ以上に一番良かったのは、例えばブンブンバックとかがあのマナーでなんかすごい戦えた、いいものできたっていう気持ちは自分たちもあるんだけど、その一個先に行けないかっていう。ものの数ヶ月でブンブンバック最高なんですけどもっと攻めれないですかって攻めるってひょっとしたらこういうことなんじゃないかみたいな話になって、で世界中のボーイズグループでこういうテンションはやってる人見たことないし、なんか BE:FIRST としてこのテンションをもしその社長が解釈してくれたらすごいかっこいいの生まれるんじゃないかと思って解釈できたんですよ。具体的に何年頃の何々のスタイルってこういうフィールがあったじゃないかと、これを BE:FIRST 風にできませんかっていう、最後は雑なパスなんだけどでもなんかすごいしっくりきたんですよね。その言ってる意味も狙いたいものも、つまりあえて我々って言い方するけど、我々にはたくさんのそのやりたいことと同時にたくさんのやるべきことがあるんですよね。でそれが合致するポイントをその方向で 見つけたっていうのは、自分にとっても本当にそれだっていうありがとうっていう、マジで彼らに作らされたっていう感じだから、こっちからするとこっちこそありがとうっていうか、なんかみんなのおかげでプロデューサーとして成長できたっていう4月でしたね。なるほどね。BE:FIRST の人格をみんなで定めていきたいじゃないですか、みんなが同じものをこういうの最高だよねっていうのをより固めていく作業、それをしてで固まったんですよ。でソングライトキャンプ俺入るわけじゃないですか。今考えると緊張感ありますよねそうです、合宿です。2日連続でこのスタジオ集まって5曲作ったかな、これ BE:FIRST にいいよねっていうところは見えていて、すごい振り切ってる曲だし、まあ今まで、ギフテッドとかも振り切ってましたけど、また全然違うベクトルで、そのヒップホップさとかっていうとこの、ストリート感とかに関してはもうとにかく振り切りまくってる曲はできたんで、そこの手応えは抜群にありましたね。どっちかっていうとサウンドとしては、アメリカの本当に現行のヒップホップスタイルっていうところは踏まえつつ、彼らがそこのトラックの上で自由に暴れるというか、歌でも遊べてるしラップでも遊べてるしみたいなところで、プラスダンスががっつり入るっていう部分が見どころというか聞きどころ
だろうなとは思ってますけど、でもなんかこれをあの曲にタイトルをつけて BE:FIRST が曲として出すとしてタイトルがメインストリームっていうのはもうめちゃめちゃ合点がいったし、逆にメインストリーム以外考えらんねえなっていうぐらいめちゃめちゃ合点がいってます。そこはねさすがねスカイハイでございますよ。はい、さすがだと思いますね。そこのねやっぱこの言葉のチョイスっていうのが、あとアティチュードをこうどう見せるかっていうところでやっぱあれが、それ以外考えられないなと思って今は、思ってますね。これ大事なのはただ単にエッジの高いもの、いや他のボーイズグループここまではやらへんやろっていうことでは本当にないし、ポップなのはちょっとなんかチーズィーだからちょっとやりたくないでもないし、ただ純粋に純度の高い今の BE:FIRST のアートワークアートフォームとして一番純度が高いものになりそうだったから、一番純度が高い、一番本質的、一番正当なものっていうのでメインストリームにしただけであって、なんかそのやりたいのがこっちでやりたくないのがポップサイドっていうのは BE:FIRST を語る上では正しくないふさわしくないとは思います。Don't get me run back。そんな感じそんな感じ、もう1、2本取っとくか。嫌われないように顔で浮かないように媚びを打って。そうですね。全然次行きましょう。じゃあ次箇所に。We gonna create the trend。かっこいい。しかもトレンめっちゃ良かったね、今。しかし声がもうラッパーの声ですよね。ラッパーになった。マジラッパーの声。ラッパーになった。最近の夏フェスとかすごいんですよ。ラッパーになったよ。マジで発声がラッパー。だるそうみたいな感じでちょっとやってみてもらってもいい？だるそう。だるとか言わなさそうだけどね。聞いたことない。We show you the new standard。いい栄誉いただいたぞ。パーセントも考えて普通に視覚的にはそこを全く取らないって方がかっこいい。入れて撮んないと映像的にもいろいろ工夫があるし、それはいいかっこいいと思いますメインストリームじゃなくて MV 用で入れるの。むしまあね MV 用だけ言わずに文字だけ MV の時入れる。に入れる。あ、それもありだね。音源だったらこれ終わった後の余韻でなんか次の曲行きたくなる気もする。まあドヤ感が出ちゃうんだよね、どうしても最後のあそこで。MV はありで決定でいいんじゃない？じゃあそのみんなの相違的になんか今話してる。でもさ逆にそれってさどうなんだろう、なんかどっちも聞く人は聞くじゃん多分みんな、まあびっくりするよ。その時にさびっくりするのとさ、せっかくそのミステリアスで終わるのがさサブスクの方だとするじゃん音源た時に、でもさ MV でメインストリームって聞いてるからさ、その後に勝手にさ心の中でみんな付け足しちゃってさ、なんか理性的になんかあんま面白みがないっていうか、書き出しミスだと思われたら一番嫌だよね。まあ初めて聞く人からしたらそう来るって絶対思ってないから、まあそこだけで十分嫌われないように聞けるけど。結構このベースのうちがなんかグルーヴをドライブしてるから減らしすぎると多分なんかサビ感は多分ほぼなくなる。フィールが今16で取れるけど、多分これなくなるとずっと8になる。そうだからなんか結構バースっぽくなっちゃうなと思ってて、これがずっと入るからサビになったんだねみたいなとこは結構出てるから、なんかまあうまく減るところを探そうかなっていう感じかな、ここは。ギフテッドでデビュー曲やらせてもらってるんですけど、そっからまあやっぱめちゃめちゃ成長してるし、アーティストのなんかこうマインドのレベルアップがすごくて、例えばトラックとかもこういう風に変更したいとか、ここのパートこういう風にしてみたらどうですかねみたいなとかも全然こうアイデアがバーって出てきてて、でそれはね今までなかったんで、いやめちゃめちゃなんか楽しいなっていう、単純にプロデューサーとしても、多分ね何が一番変わったかって、やっぱなんか彼らの自信、なんかその多分人前に出てアーティストとして歌いますっていうこのオーラをだんだん本気でまとい出していて、なんかそこがないと多分今回のこのメインストリームって曲はできないんですよ。多分これがそういうアーティストオーラがない人がやるともう着せ替え人形というか重みもないし凄みもないしっていう曲になるんですけど、それがついに BE:FIRST っていうのができるこうステージまでこう来てるんだなっていうのは実際にまあレコーディングしても
思いましたね、うん、そこはでもすごい勢いで伸びてると思う、うんおーめっちゃいいわめっちゃいいわそれめっちゃいいわ。終わらない踊るわこれは。いいんじゃないかっこよもう一回偽服から聞いてみようか。メンバーの性格とは全く別のグループの性格っていうものは生まれてそして育っていくんですよ。自我が芽生えるっていうか、例えばだけどこれは BE:ＦIRST らしいよね、これは BE:FIRST らしくないよねっていう判断基準が共通認識として生まれるんですよね。平均3年だと自分は思ってるんですけど、彼らはやっぱり濃かった。オーディションからずっと一緒にいる時間が長かったっていうのもそうだけど、それ以上に過ごした期間が濃くて、オーディションからこのペースですこのままいったらどこまでいっちゃうのって思っちゃうかもしれないけど、人間はそこまでいけるものっていうか、だってボルトとか生まれるし大谷翔平とか生まれるんですよだってたまに思うんですよね。そのすごい前から計画してた通りのことのような物事が複雑に絡み合って偶然が連続で生まれているような、どっちか分かんない複雑な気持ちになるんですけど、これは思い起こせばTHEFIRSTが始まったあの時からこういったグループが生まれて、こういった個性が集結して、こういった楽曲を作り、そして今後の展開につながっていくことはもう必然だったんじゃないかみたいに、なんというか運命というか、これが売れたらとんでもないで、ほんまにそれできるんやったら言うといてよ。